はこんばんは。はるです。今回は最新版のアタッカーティアリストになります。前回のティアリストからまた、少し更新をした、ティアリストになっています。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回ですね、新しいシェイプシフターズの選手だったりとか、またそれまでに来ていた SBC の選手だったりとかを追加してティアリストにまとめました。じゃそれでは、早速紹介をしていきます。こちらが最新版のフォワード、アタッカーのティアリストになります。C だったり D は新しく追加した選手はいないという風なことになってます。で、B ですね。B はですね、シェイプシフターズのチアゴ・シューバー、この選手を入れました。目標で、ゲットできる選手ですね。チアゴ・シューバーに関してはですね、やっぱり逆足が5になって、スキルも4になって、センターバックの選手から、もう本当に明らかにストライカーの、選手になりました。でね、この選手ちょっと難しかったりはするんですよね。やっぱり使い方としては。基本的にはドリブル自体はそんなに軽くはない選手にはなりますし、スピード面はね、ちょっとは速く、なったんですけど、現環境では普通みたいな感じにはなるんで、ちょっとなかなか難しかったり、しますね。やっぱりベーデルだったりとかみたいな感じで、軽かったらまだこうね、スキルだったりとかはあんまりいらなくて、細かいタッチで外してシュートっていうことができるんですけれども、シュートに関して、フィニッシュ力に関しては、本当についたんですけど、なかなかやっぱり現環境で、A とか S とかに行くためにはですね、やっぱりこうもう一個強さっていうのが必要にはなってくるので、その中でちょっとそこは足りてなかったのかなっていうのは思います。フィニッシャーで使うんだったら全然ありだとは思うんですけど、やっぱり A とか S に行ってる選手っていうのはフィニッシュ力プラスやっぱりパスがめっちゃうまかったりとか、なんかこうまたね、いろんな力っていうのがある選手たちなんで、なかなかそこには入れきれなかったかな。で、かつ使用感的にも軽いってわけではないので、ちょっとなかなか難しい選手にはなってしまったかなっていうふうに、個人的には感じます。で、そして A と B の間にいるのが、シェイプシフターズアイコンのライカールトですね。ライカールト。ライカールトに関してはね、スキルが5に変更をされて、前線の選手としてね、スキルが使えるようになったっていうのは非常に、でかいです。ちょっとこの選手はね、重たい、選手にはなりますし、スピードもめっちゃ速いっていうわけでは、なかった、ですかね。ですけどそれなりにはフィジカルも強くなって、負けない力っていうのはね、全然ありましたので、個人的には B よりは上ですけど A にはいかなかったかなという風な、感じですね。値段は安いので、それぐらいの価値なのかなっていう風に、思ったりは、実際使っててね、思いましたね。この選手もね、どちらかというとフィニッシュ力っていう、フィニッシャーとしての使い方っていうのはね、できる、選手になるんで、チアゴシバと同じような形かもしれないんですけど、それはやっぱりスキル5あるっていうような部分は、またちょっと違った、アドバンテージなんで、ちょっとここの間に、したというふうなことですね。で、そして A です。A はシェイプシフターズ、リュディガー。そして、シェイプシフターズアイコンのファンペルシー、RW の、方ですね。この2人を入れました。リュディガーに関しては、やっぱりね、でかい、そして速い、強いですね。シュートに関してもやっぱり逆足5でしっかり決めきれる力持ってますし、ドリブルは重たいです。ドリブルは重たいので、それこそハーランドだったりとか、あとはスーロットだったりとか、またカントナとかもそうですかね。ラッシュとかもそうかな。本当にこう、速い選手だけどちょっと重たいよみたいな。レオンとかもそうですかね。それぐらいの選手を扱える、方はリュディガーも全然ありだと、思います。ハーランドが多分一番近いと思います。イメージ的には。スキルが5じゃないんで。なんで、本当にこう、ボールをリュディガーに渡して、それこそ落としたりとか、周りの選手に渡して、また自分もすぐ走っていって、球際で勝つみたいな、選手ですね。なんで基本的にはやっぱりリュディガーのこう、力強さっていうのを感じられるような、戦い方をするのが一番いいと思います。リュディガーが生きると、思いますね。なかなかこう足元で何かをするみたいなタイプではないんで、
そこがね、ちょっと難しかったりは、します。まあ、ケインとかもそうかな。ケイン使える方だったらリュディガーは同じような感じで使えるというふうに思うんで、まあ、かなりこの選手もセンターバックからね、ST に変わって、ちょっと化けたかな。なんかめっちゃ強いね、使い方する方もおられたんで、本当に化けたなっていう風には感じますね。で、そして、シェイプシスターズアイコンのファンペルシーですね、ファンペルシー。ファンペルシーはね、惜しかったですね。個人的には一番上に行ってもおかしくないかなという風に思った選手でもあったりはしたんですけれども、なんでしょうね。基本的にやっぱりスキルも5で、スピードもめっちゃ速いんですよ。基本的に追い抜いていけるし、なんか基本的にそこのスピードと、シュートっていうの部分は ST としてはね、素晴らしいんで、良かったんですけど、まあ、パスがちょっとあんまりうまくはないのかなっていう風に思う、部分があったりとか、あとはドリブルもね、めっちゃ軽いっていう風なわけではないんですよね。能力を見ると、もちろん96、97とかいっぱいあって、で、さらに自分はエンジンで使ってたんで、結構本当に簡素近いドリブル値にはなってたんですけど、どうしてもちょっとファンペルシーの身長の面だったりとか、まあ、あとはまあボディタイプとかも影響してるんかもしれないですけど、めっちゃ軽いってわけではなかったですね。右のフィルミーノと比べるとフィルミーノの方が軽かったかなっていう風に感じるんで、若干。なんで、そういう風なところでちょっと残念なところもありつつ、やっぱりこう使われるような選手になったんだなっていう風な感動もありつつなんですけど、ちょっと難しい選手で、もちろんめっちゃ強かった部分もあります。シュートとかに関してね。ですけど、やっぱなかなかやっぱその一番上の選手としてランク付けするのはあんまりかなっていう風に思いました。自分の中でやっぱり S ランクの選手たちはみんなが使っても強いと感じる選手、結果を残してくれる選手だと思ってるんで、その中でファンペルシーはどうなんだろうなって思ってる時点で S じゃないのかなっていう風に自分は思いました。ちょっと惜しかったかなっていうのは思います。めっちゃね、使いこなせる人はいると思うんですけれども、惜しかったなっていう風なところですね。で、そして S と A の間にいるのが TO テスモメントのマネですね。マネ。まあ、マネに関してもここは前回とは変わってないという風なことになります。で、そして最後ですね、S。S はですね、新しく追加した選手はですね、シェイプシフターズアイコンのペレ、そしてシェイプシフターズのマフレーズ、そしてシェイプシフターズのブルーノ・フェルナンデス、この3名ですね。まあ、アイコンのペレに関しては、まあ、言わずもがな。それこそ一番、さっきかな、ファンペレーションの時にも言った、通りですね。本当に誰が使っても強いですし、まあ、一番強い選手になったと言っても過言じゃない、くらいですね。やっぱり非常に何でもできる選手ですね。で、かつやっぱり5-5になったんで、もともとペレプライムの98でも逆足気にせずバン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 自分は打ってて決めきってくれた選手なんで、あんまりね、逆足4っていうようなイメージはなかったんですけど、まあそれがこう、数字的にもね、4から5になったっていうのは非常にでかいです。で、決定力に関しても、まあ、カンスト、ほぼ完走していて、ペースに関しても、まあ、ほぼ完走しているというふうなところで、かつそういう選手がスキルも使えて、ドリブルもめちゃくちゃ軽いというふうな選手なんで、基本的にはやっぱり明らかに強い。もう幻のカードになると思いますね。これから、まあ、もう残り FIFA 少ないかもしれないんですけど、この選手を使える人っていうのは少ないかもしれないですね。値段的にもまあ1500万ぐらいしますし、まあかなり相手にいる確率っていうのも少ない、選手にはなるかとは思いますけど、やっぱり実力としては明らかにちょっと飛び抜けてるなっていう風に自分は、思いますね。最強です。で、そして、マフレーズですね。シェイプシフターとマフレーズ。マフレーズもですね、5-5になりました。逆足もね、5になって、決定力もついて、ペースもかなり上がってという風な選手。なんで、それこそオンザボールだったりとか、オフザボールどちらでも活躍ができる選手になりますね。裏抜けをするっていうのもいいですし、まあ、ボールを持って、そして、スキルを出して剥がすっていうこともできる選手になります。で、その剥がすっていうところも、剥がした後、で、逆足でも触れるっていうのがでかいです。やっぱりマフレーズ逆足は4なんですけど、4だったんですけど、どちらかとやっぱ左利きの選手って、やっぱ右足で打つっていう印象あんまりないと思うんですよね。右利きだったら左足でも振ってくるっていうなんかイメージはあると思うんですけど、
やっぱどうしてもマフレーズとかはね、右足はほっといてもいいみたいな、感じの選手になってたと思うんですけど、やっぱ左足で来るんちゃうかとかね。なんでその中で、やっぱり右足でも、まあ、決定力高く決めきることができるようになったっていうのは、これは一つでかいですよね。なのでその中でやっぱドリブラーっていう風な、ところから、また一つその後もしっかりこう高クオリティで、決めきることができるようになったっていうのはでかいかなっていう風に思う。ドリブルだけじゃ終わらないっていう、ことができるようになって、本当にマフレーズは素晴らしい選手になったかなっていうのは思いますね。本当に強くなったな。現環境でも自分はトップクラスに、入ってもおかしくはないぐらいの、選手にはなったなっていう風に感じますね。で、そしてシェイプシフターズ、ブルーノ・フェルナンデスですね。ブルーノ・フェルナンデス。まあ、ブルーノもですね、少しこう、LW に、なって、まあ、よりちょっと攻撃的な選手になって、スキルが5に変更を、されました。で、さらにですね、逆足もですかね、3から4に変更されて、まあ、5-4の選手として出てきましたね。で、基本的にはやっぱりめちゃくちゃドリブル軽いです。ドリブル打ちは全て完走かな。中身の能力も全部99なって、まあ、レースダも完走していてね、リアクションも完走していてというようなところは素晴らしいですね。なんで基本的にやっぱり、ボールへの反応速度っていうのも速いですし、あとはスピードもかなり速くなったので、まあ、この選手もオフザボール、オンザボールどちらでも素晴らしい動きっていうのができる選手になりますね。で、かつこの選手はやっぱりもともとね、キャムの選手だった、からか、ちょっとディフェンスもできるんですよね。で、かつ先ほども言った通りリアクションだったりとかも、高いんで、こうなんか、普通の前線の選手よりかはしっかりね、早く取ってくれるっていう風な、こともあるので、まあ何でもできるなっていうのは思いますね。まあ前線どこでもできる。ST でもウィングでもキャムでもね、CM でもボランチでもできるっていう風な選手になるんで、まあ基本的にはやっぱり素晴らしいかな。シェイプシフターズで本当にまたこの選手も化けたなっていう風には感じますね。最強のブルーノ、だと自分は思ってますね。まあっていう感じで、これが最新版のアタッカーのティアリストになります。まあまたですね、ここに入れきれなかった選手もいると思うので、気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。